北海道を代表するコンビニセイコーマート、通称セコマをご存知ですか？前回セコマが7年連続顧客満足度日本一になったって動画を出してたね。その動画が好評だったため、今回はさらにセコマの魅力について深掘りします。セブンイレブンとセイコーマートについて。まずはセコマのライバルであるセブンイレブンについて確認しましょう。業界1位のセブンイレブン、2位のファミリーマートの全店売上高はこの通りです。ああ、2位に2倍以上も差があるね。ちなみにセイコーマートもグラフには入れるとこのようになります。セブン圧倒しすぎ。セブンの大成功について創設者はこのように話しています。セブンが業界の先駆者でいられるのは小さな変化さえも見逃さないからだ。組織も社員自身も変化に柔軟に対応している。セブンはまさに変化対応業と言えるのだ。やっぱり変化に対応できる会社は強いんだね。しかし北海道にはそのセブンをしてどうしても勝てないコンビニが存在します。そのコンビニとはセイコーマートです。出ました、私たちのセコマ。道内の店舗数はこの通り、セコマがセブンを上回っています。セブンは北海道に初出店した1978年から44年もの間、セコマに勝てていません。これほど長い間、地元のコンビニの抵抗にあっている地域は北海道以外ありません。全国的にもセコマのセブンに対する抵抗は珍しいんだね。もちろん店舗数だけが優劣の指標ではありません。特筆すべきは顧客満足度でもセコマがセブンを上回っていることです。前の動画でも紹介していたよね。7年連続顧客満足度1位なんだっけ？はい、過去12年間のうち11回セコマが日本一に輝いています。なんでそんなに満足度が高いんだろう。では自称では顧客満足度1位のセコマの神対応について見ていきましょう。震災時の神対応。2018年9月6日午前3時過ぎ、道南西部で最大震度7の地震が発生しました。これにより道内全域が停電するブラックアウトが起こり、インフラは麻痺しました。電気はつかないわ、お店は営業してないわで大変だったね。商品を作る、運ぶという段階から各チェーン店は苦労していました。特に大手コンビニは1週間経ってもお弁当を十分店頭に並べることができませんでした。その理由は大きく2つあります。2つ？ 1つは震災により食品工場がうまく稼働しなかったこと。まあそりゃそうだよね。ここで大手チェーンの事例を紹介しましょう。大手コンビニのお弁当工場は震災により大ダメージを受けました。それでも何とか頑張って漬物以外のおかずは完成させることができました。おお、頑張ったね。漬物はいらないから早く売っちゃおう。残念ながらお弁当は販売できませんでした。どうして？それが2つ目の理由、本部との契約が厳格すぎるです。セブンははじめ大手のコンビニの店舗のほとんどはフランチャイズ制です。フランチャイズって？簡単に言うと本部と加盟店が契約で結ばれている制度です。全国どの加盟店でも同じ値段、商品を売ることがフランチャイズの基本です。そのため漬物一つが足りないだけでも契約上売ることができなかったんです。緊急事態なんだから漬物なしで全然 OK なのにね。このように大手コンビニは震災に対応しきれませんでした。それだけ北海道の地震は被害が大きかったんだね。そんな中、異彩を放つコンビニがありました。まさか？そう、セコマです。待ってました。大半の店がブラックアウト直後の早朝から営業を開始しました。また約半分にあたる500店舗ではガス釜を使っておにぎりを握って販売しました。すごいね。電気が全く使えなくて不安な中、温かいおにぎりは心にしみるね。しかしここで問題が起きました。昼過ぎにはおにぎりの具が底をついてしまったのです。ありゃま。それでもお客さんは次から次へとやってきて行列を作っています。そこで通常メニューにはない塩と白米だけの塩握りを作る店もありました。漬物がないだけでお弁当が売れなかった大手コンビニと天地の差だね。セコマの社長はすごいな。実は震災時、社長は東京に出張中でした。このような臨機応変な対応は従業員自らが判断したそうです。そうだったんだ。それは社長も嬉しかっただろうね。それを知った社長は嬉しくて涙が出そうになったそうです。ネットではセコマに対し神対応と称賛する書き込みであふれました。なんで大手コンビニにできなかったことが中小企業のセコマにできたんだろう。この神対応を生み出した理由は2つあります。
一つは震災のたびに防災マニュアルを改善してきたことです。東日本大震災後、全店舗に非常用発電キットを常備しました。発電キット？ガソリン車につなぐことで1日以上発電を続けられるというものです。すごいね。でも震災時はガソリンスタンドは営業してなかったような。はい、せっかく発電機があっても燃料がなければ意味がありません。そこで活躍したのが2016年に新設した釧路の物流センターです。物流センター？そこにはなんと自家発電設備のほか3週間分の燃料を備蓄していました。セコマはこの備蓄燃料を使って発電や物流を維持することができたのです。素晴らしい防災力だな。神対応を生み出した2つ目の理由はセコマのビジネスモデルです。ビジネスモデル？セイコーマートは大手コンビニとは全く異なる経営の仕方をしています。時には大学の講義でも取り上げられるほど特殊です。へえ、そんなに変わった経営をしているんだ。それではここからセコマの経営の特徴について解説していきます。変化対応のさらに上、変化、予想。先ほどセブンイレブンの創業者はこのように話していました。セブンが業界の先駆者でいられるのは小さな変化さえも見逃さないからだ。セブンの強みは変化対応力なのだ。確かにセブンは流行にいち早く乗っかって商品を開発しているイメージがあるよ。しかしセコマはそのさらに上、変化を予想します。変化を予想って？セコマのホットシェフに似たものとしてローソンの街角厨房があります。街角厨房ができたのはいつか知っていますか？いつだろう？ 2011年です。10年くらい前だったんだね。ではホットシェフはいつからあったと思いますか？結構前からあったような。1994年です。そんなに前だったんだ。実にローソンより17年も早く店内調理に目をつけていました。またプライベートブランドもセコマが最初に始めました。そうなの？結構前からセブンプレミアムもある気がするけど。セブンプレミアムの登場は2007年でした。一方セコマブランドの登場は1995年です。12年もセコマの方が早い。このようにセコマは様々なサービスを大手よりかなり前から先取りしています。なんで大手コンビニはセコマに遅れを取ったんだろう？もともと日本のコンビニは24時間営業という利便性により成長してきました。そのため商品、価格、サービスに関わらなくても店を出せば売れる時代でした。24時間営業ってだけでお客さんが来てくれる時代だったんだね。コンビニが飽和状態になってからやっと大手は様々なサービスを展開しました。飽和したっていう変化に気づいてから対応したから遅くなったんだね。一方セコマは創業当初から8割ほどの店舗で24時間営業をしませんでした。北海道は人口密度が低いため24時間では経営が成り立たないからです。確かに私の家の近くのセコマも夜中は閉まってるね。その代わりにホットシェフやプライベートブランドなどサービスを充実させました。人口が少ない北海道というハンデがセコマのサービス充実につながったんだね。現在日本では長時間労働が問題視されています。大手コンビニの24時間営業も見直されようとしています。そんな中24時間営業をしていないセコマは最初からこの問題は存在していません。変化を予想する力がここでも役に立ったんだね。日本最古のコンビニ。本当にセコマは変化を予想する力が強いんだね。こうした変化を予想する力は創業者である赤押の手腕によるところが大きいです。彼の天性の勝負感により常に時代の先手を打つ経営判断をしてきました。天性の勝負感、かっこいい。そもそも彼がコンビニ業界に着目したこと自体時代を先取りするものでした。どういうこと？それではセコマの歴史について軽く解説しましょう。お願いします。時代は1970年代初頭、まだセコマが誕生していない頃です。この頃赤押は札幌の老舗種類卸丸米塩の社員でした。この頃北海道はどんな様子だったと思いますか？50年前か。全然わからないな。この頃日本にはコンビニはありませんでした。買い物はどうしてたの？商店街や個人商店でしていました。しかしスーパーが台頭し始め徐々に個人商店の存在価値が薄れていきました。スーパーに行けば何でも揃ってるからわざわざ個人商店行かなくなるよね。そして赤押の取引先の個人酒店も窮地に立たされていました。大変だ。そんな中赤押は偶然職場の広報誌である記事を見つけます。ある記事って？
小規模ながら科学的な経営で成長しているアメリカの新業態、コンビニエンスストア。彼はこの記事をヒントに独力で情報を集め、酒店にコンビニへの転換を呼びかけました。一社員なのにすごい行動力だね。そして71年8月10日、ついにコンビニエンスストア萩中がオープンしました。現在もセイコーマート萩中店として営業を続けています。記念すべきセイコーマート1号店だ。それだけではありません。セブンイレブンが1号店を出したのはこれから3年後でした。つまり日本で一番最初にコンビニができたのがセコマだったのです。すごい。セコマはコンビニの元祖なんだね。だからセコマは北海道で愛されているんだね。いいえ、違います。自分でセコマは元祖って言ったじゃん。どうしたの？情緒不安定なの？セコマはコンビニ元祖ですが、それは大して重要ではありません。そうなの？重要なのは、セコマは他の大手コンビニとは異なる文化の流れから誕生したことです。コンビニ業界はセブンを頂点とし、その下にファミマ、ローソンと続きます。しかし、セコマはこれに属さない独自のビジネスモデルを築き上げたのです。独自のビジネスモデル？では、次回はセコマの独自のビジネスモデルについて解説しましょう。続きが気になる。チャンネル登録すると動画更新の通知が来ますので、ぜひ登録してお待ちください。ご視聴ありがとうございました。